じゃあ、始めます。今日は7月14日土曜日です。で、参加者は高橋と染谷と木本です。それで、まずは、今週からですね、日本の精神の、中間に入るんですけど、その前にですね、核物質についてもう一回、これ、3回ぐらいになりますけど、もう一回復習しますね。で、これは、朱子学と陽明学と読み方が違ってて、物に至りて後に地位たるっていうのは朱子学で、物を正して後に地位足すっていうのが陽明学。で、朱子学っていうのはですね、物に至りてっていう、物の本質としての理を極める。究理っていうんですけどね。それによって知識を広める。物の本質、要するに、これは陽明学の本ではですね、竹をじっと見てて、何日を見てて、竹の本質を見極めれば、究極に物事の道理を体得できるっていうのを朱子学で言ったんですけど、応用名はですね、何日何日も竹を見てても極められなかった。だから物をじっと見ててもダメだよっていう、物に至りてっていうのはダメだよって言って、彼は物を正してって、コレクトマインムーブメントっていう表現をしてね、物を正してっていう。で物を正すと物を至りてとどう違うかっていう。物を正すっていうのは、実際の物的なものだと物の本質をですね、見極めることによって、知に至る。知って領知ですね。領知というのはですね、人が生まれながらに持っている、ぜひ善悪を誤らない正しい知恵っていうことなんですけども、私はこれ領知っていうのはですね、グッドウィルとかグッドマインドとかって、善の心って言ってるんですね。善の心っていうのは、ここで言っている人が生まれながらに持っている、ぜひ善悪を誤らない正しい知恵っていうのは、ぜひ善悪を誤らない知恵っていうのは生まれながらの人なんて持ってないんで、それをやっぱり生まれた後で体得する、三徳五輪五条が体得した上で、生まれながらに持っている、ピュアマインドですね。と、それに合わさって、領知っていうか、善の方に至るわけですね。で、それが、もう一つは一点は僕の考えですけど、物を正してっていうのとですね、もう一つは、趣旨に言って物に至りてっていうことですけど、物に至りてっていうのは本質を見極めるっていうことは、コレクトマインドムーブメント、心の動きを正してっていう、要するに、自分の心をピュアにですね、鎧兜を取って物を見る。そして五輪五条、三徳をわきまえた上で物を見る。物を、姿勢を正してっていうのと、朱子学の物に至りてっていう、実は、僕の理解としては、同じじゃない、究理っていう、朱子学で物を極めると言ってますけど、同じじゃないのかっていうことを、先々週お話したと思うんですけど、先週も。で、陽明学ではですね、電子力に、このことが書いてあるんですけど、これは電子力、私読んだの。それからあと、心即理っていうのは、園田がよく言いますけど、心はすなわち理っていうのは理科の理ですね。理っていうのは道理です。道理。心をすなわち理であるというふうなことですね。それから、例ではね、親に孝行したいと思えば、その親への孝行が物事である。つまり孝行の理、本質は親の体にあるわけではなく、私たちの心にあるのだ。親が死んでも孝行の理、本質はなくなってしまうわけではないという電子力に書いてある。でそういうことですね。で、そういうふうなことで、核物指示っていうのはそういうことです。これ何度教えてもですね、頭になかなか入らない。要するに、常日頃からですね、考えていないとですね、これは、体得できない。領知っていうのは仏教では明徳、大学で明徳ですね。仏教では仏性と言っています。誰もが生まれつき持っている、ぜひ善悪を知ることのできる能力ですね。で、陽明学では良性理、あるいは天理って言ってますね。心即理ということですね。これも覚えておいた方がいいかと思いますけども。海野さん領知はね、確かグッドウィルとか今、グッドウィルですね。はい。でも、仏性とか、明徳っていうのは、やっぱりそれ同じ、英語に訳した場合同じグッドウィルでいいんですか？だと思いますね。仏性ってグッドウィルですね。
グッドマインドとか、もしくは、もう一つはピュアハーツっていうね。ピュアハート。でもいいと思うんですよね。ただ、昔の人は竹に書いていたんで、たくさんの言葉書けなかったんですね。そうですね。だから、領地っていう、これ領地って後からつける地に至るっていう、言葉はですね、竹に角物地しか書けなかったんですね。で、角っていう角物の角ですけど、実は中国の歴史の中で3万字の解釈があるんですね。角に対して。これだから、お嫁と朱子学の要するに物を正すのか、ね、物に至るのかっていうその理解の仕方で3万字ぐらい後世出てきたんですよ。でそれは、やっぱり知もそうですけど、はい、じゃあ知に至るって何かっていうのはやっぱりいっぱい解釈の違いがあって、やっぱりそれはやっぱり本質を極める。で、本質を極めるってどういうことかっていうとですね、これはですね、もちろんこの嫁学とか、朱子学に書いてるわけないんですけど、ただ前木本が言ったゾーンとかね、フローとかっていうことだと思うんですね。だから、竹をじっと見ることによって、自分の心を開いてそれを受け入れることによって、本質を理解できる。その本質は何かっていうと、やっぱり、アブソルートナッシングのやつに通じるもんですね。そこに至るんですね。至るんだと思います。で、そういうことを書いてる人いませんけど、多分この陽明学とか朱子学やってる人は、石田哲学とか、カントとか、ヘーゲルとか勉強してる人はいないと思うんで、多分知らないことだと思うんですよね。だから松尾芭蕉とかに相通じるものがあるんですね。そこまで、広めていけば、今言ったアブソルートナッシングにつながるんだと私は思うんですね。主観と客観がもう超えて。そうです、そうです。物を正してっていうのはもう心を開いて。ただ、心を開いてっていうのは、これは儒学者が言ってる、孟子の言葉で人が生まれながらに持っているぜひ善悪を誤らない正しい知恵って言っても、領地って僕はこれはね、孟子は昔は字書けなかったから、はしょってるんですけど、三と五輪五条をわきまえた上での正しい知恵という意味なんですね。だからそういう、ただグッドウィルとかグッドマインドとかピュアハートっていうのは、三と五輪五条をわきまえる前の心ですから、それをわきまえたことをグッドウィルと言うんだというふうに僕は定義してますけど、でもここで言ってるのは領地はその前の心ですよね。だから、何高橋スピーカーなんでもない。OK。じゃあ、そういうことで、これは、復習3回目ですけど、そういうことですね。それで早速ですね、本日の課題に入りたいと思います。で本日の課題はですね、日本の精神の儒学の習慣になります。で、上巻ではですね、安岡正弘先生、石崎太郎先生、金子健太郎、内村勘三、中谷当時と日本人の考え、それから、師匠極教の中から、グレートラーニングと、3 primary virtues、3徳ですね、第3徳を取り上げました。これは2ヶ月ぐらいやったんですけども、今回からまた中間下巻に入ります。で、この中間はですね、7、8、9月の初めぐらいまで書けますけども、5条ですね、the 5 virtues ですね、それから5輪、5 basic relationship。これ、relationship って書いてますけど、普通5 ethics って言ってますね。これでもいいですけど、それから analect of Confucius ですね、論語、メニシャスですね、孟子。それから中庸、ジョンヨン、the doctrine of the mean ですね。で、これが、司書になるわけですね。違う、司書の一部ですね。五条五輪っていうのはこれは、コンフューシャスの一部ですから。だから、孔子、孟子、中庸。で、大学っていうのは今回の上巻でやったやつですね。その4つを司書と言いますね。で、どちらかと世間で知られているのはこっちの今日からやる方ですね。それから、あと、この中にはですね、アリストトルって、アリストテレスを入れてます。で、それは、彼は、ゴールデンミーンって言うんですけど、アリストテレスのね、中庸は。でも、ドクトリン・オブ・ザ・ミーンと。ほとんど同じことですね。で、さらにね、下巻がありまして、下巻はですね、タオリスト、老子総司ですね。それから、クラシック・オブ・チェンジズ、易経、それから、ブック・オブ・ライツ、来期、それから、最玄端、最根端、ルーシング、それから、シンツ、春図、
春図ですね。反フェーズ、完璧詞。これ日本人はよく、馴染み深い、スードンポ、それから春図、アートウォー、それから36ストラテジーをやります。それから、ウーツって五子の、五子ってこれ人の名前じゃないんですけど、これもやっぱり、孫子みたいな本ですね。ウーツをやります。それから、孫子とですね、36系っていうのは、ウーツもそうですけども、日本の精神関係ないんですけども、勉強しておいた方がいいかなということで取り入れました。で、これでですね、すべての日本の精神周りのものが入ってます。で、中間が実はその、日本の精神の中核なんですね。ということですね。で、今日5条ですけども、相手を思いやる仁、正しい行いの義、それを外に出す礼、仁を外に出す礼、世の中の広く把握する知、人間関係の基本である心ですね。で、これが、中国人の考えと日本の考え違いますけど、日本人が威厳とか尊厳を持つことができないっていう、威厳とか尊厳を持っている人がほとんどいないんですね。で、これは、五条はなぜいないのかというと、これ2500年前の五条の言葉を一つも変えないでやってるんですね。一つも変えないでやってるってことを、要するに物事を改善するとか改革するとかってことを一切しないで、そのままやるっていうのは、実は威厳につながるんですね。不思議ですよね。これは僕も分かんなかったんですけど、なんで威厳とか尊厳つくのかなと思ったら、2500年前のことをそのまんまその通り踏襲するっていうのは、実は、格をつけるっていうんですかね。で、それが今の日本人は、特に若い人もそうですけど、昔のことを馬鹿にしてますけど、実は昔のことが非常に新鮮なんですね。で、格を作るっていうのは、人徳とかいうところに関係するものなんですか？今格を作るって言いましたけども。人徳じゃないんですよね。これはね、五条は人徳なんですけどね。はい、ただ、四書五経を勉強するとね、2500年前のことを勉強する。それを、要するに、そのまま受け入れてやるってことはさ、例えば天皇陛下2000年同じことを繰り返しても一緒で、一つも変えない改革、要するに改革を全くしないでこうやってきた伝統、トラディションですよね。そのトラディションっていうのが実は威厳なんですね。だから、よく、若い人はね、コンサルタントは改革しましょう、変えましょうって言うけど、絶対変えてはいけないトラディションがあるんですよ。伝統っていうね。それを変えると威厳がなくなる。要するに人間の柱っていうか土台を、2500年の土台をあなたが持つのか。例えば天皇家の2000年の土台をあなたが共有するのか。それともあなたが今思いつきで物事を何かしようとしてるのか。重さが全然違う。だから2500年の儒学、2000年の天皇の伝統、そういうものを合わせて、日本の精神、神と思っていればね、ものすごくね、威厳が出てくる。つまり過去の英知の集大成が格を作るみたいな。いや、違うね。英知じゃないんです。それはね。英知ではない。トラディションなの。伝統なの。伝統。だから例えば大会で日本の国旗を持つでしょ。あれは英知でも何でもない。旗持ってる。日本の国歌も歌うだけで。守ってる。ね。2000年守ってるっていうだけなんです。それがね、威厳なんです。プレステージ。それが矜持なんですね。それはね、そんなこと言ってるの俺だけだけど、俺はこうやってさ、儒学ずっと何年も勉強しててね、そう思うんですよね。格式みたいなイメージなんですかね。そう、格式っていうのは近いかね。例えばさ、五輪でいうここに知事子の心、君臣の義、夫婦の別、徴用の序、法有の心なんてのはさ、よくエコノミストの記者にこれ説明すると、君臣の義なんてのは帝国のね、雑誌だ、こんなのなんで宇野さん信用するのかって。君臣の義って、例えばさ、すべての組織の中で、首相に対して尊敬するとかね、村の村長に対して尊敬するとか、それから、要するに会社の社長を尊敬するとか。だから先生と生徒みたいな。そう。そういうものをね、知事子、君臣、夫婦、徴用、法有、これ絶対的なものなんだっていうことをね、今の人はね、大事にしてない。例えば法有のシーンなんてさ、理念合わなかったらしないよみたいな日本人になっちゃうんだけど、中国人は
30年ぶりに会っても、昔の芯っていうのはそのまま残ってるのね。これやっぱりね、五輪。こんなこと、どんなことあってもね、夫婦の別ってのはこれもね、日本人全く分かってなくて、ゾウさんと金魚なんですよね。違うんだよ。別ってなんで別って言ってるのかって分かってないんですよ。そればっかりウムスが言ってる。女って何？男と違って生き物だっていう。違うんです。全く違うんです。それをね、夫婦の別っていうことをね、どんな本読んでもちゃんと理解してない。それをね、2500年の人は見抜いたんだ。女はバカだって講師は言ったけどね。女と商人はバカだって言ったけど、本当に男から見ると女はバカ。女から男を見ると男はバカ。そういうふうな全く異質の動物に対して別っていうことを言ったってことは、これをきちんと理解している人はほとんどいないと。僕は今まで会ったことないけど、僕はそんなに理解してない。ね。そういうのをね、これ2500年前の伝統ですよね。だけどそれをね、教育諸語に堅持したっていうことは、日本人が威厳を持って生きろということなんですよね。で、その見本が荒人神の天皇だって言ってるわけですよ。なんで荒人神っていう、もうそれは当たり前でね、生まれてから死ぬまでさ、神様を拝んで、生まれてから死ぬまで、神様を拝んで、朝早くから夜中までやってるわけでしょ。こんな拷問ないですよね。それを、まあ変な伝統も当然いたと思うんですけど、2000年間伝統でやり続けるっていうことはね、同じ筋が。それはもうね、荒人神ですよ。それ以外何もでもない。それはそんな伝統を持ってる国って世界に日本しかないんで。それはだから日本が戦争を負けて自虐史観でね、日本じゃダメだなと思ってる。大体そもそも自信なさすぎですよね。もっと自信持って、矜持持って、威厳持って生きていけた。だから、誰だっけ、お伊勢市のさ、あいつなんて言ったっけな。豊田で樋口じゃなくてですけど。彼がさ、僕に言ったけど、日本人の経営者ってのはもう海外の金持ちの前に、前に出てくるともうペコペコしちゃってっていうのどうしようもないですよね。それは相手は300億と500億の現金持ってるからね。日本はせいぜい社長でも2、3億と5億しか持ってない。だから、10倍とか100倍も下になるやつにペコペコしちゃって、昔の日本人はそんなことなかったですよ。金なんかなくてもね、堂々とね、物事をはっきり言って、筋を通して。それはね、やっぱりね、お前の国はね、たかだか100年だろうね。国にエリザベスって言ったってたかだか300年、400年だと。俺んとこも2000年の歴史持ってるの。そんな国、世界中どこにもないぞ。それをね、国として、国民として守ってきたということはね、それはね、中途半端な精神じゃないんだ。それをね、日本人はもう本当にね、コロコロ変わるんで、戦争を負けたら、ウォーギルドインフォメーションプログラムで、その他いつも言ってるね、僕全くね、過去の記憶を消し去られちゃって。日本人ってのは、変わった民族全部捨てちゃってね、日本の伝統も減ったぐらいもない、もう、どこ行ったらペコペコね、イヤン振ったらペコペコ頭下げてね、大東戦争ったらペコペコ頭下げたらバカじゃねえのって、俺はその本書いて、それをね、政府の関係者に配ったらね、こんなのうんの先生嘘ですよ。何が嘘だと。お前バカ言うんだと。もっと歴史勉強しろと。いや、勉強いっぱいしてますよ。日本語読んでるだけだろと。日本語は左か右か偏ってて、正しいこと言ってないんだ。そう、英語の資料読まなかったらわかんないだと。それはわかんない。そういう意味でも、義和団の時に、柴五郎が、彼らの欧米の列強の中では一番日本格下なんだけども、彼って自分の職務を粛々と全うしたじゃないですか。それはね、だから彼はだから五輪、教育直後のしから、もちろん当時と暗記してるから、そういうふうな筋を通すというね、日本の伝統、それから天皇に対する敬意、そういうものは君主の義っていうのをしっかり持ってるから、そういうことできたんですね。だから昭和でもごくわずかね、洋島の大将みたいに持ってる人いたけど、ほとんどいなくなっちゃったね。だから、それでも東南アジアの日本の占領ってのはね、極めてね、立派にやったんですよ。そういうことはね、忘れられてますけど、本当なんですよね。そういうことですね。で、それが日本の政治の収穫ですけど、今、忘れ去られて。で、これ説明、日本人もね、僕はよく言われるけど、海野先生、天皇の話だけはやめてくださいよ。どうしてって言ったら、右翼と間違えられますよって。で、ここに、教育直後を出してますけどね、ちっとも変なとこないんですよね。で、エコノミストの文句言うのはね、この最後のところでね、高祖の子孫たる者、及び親民たる者が、ともどもに従い守るべきところである。この道は古今を貫いて永久に、これ昔の人が
日本語に訳したんですね。平文に。で、そういう、で、頭か。陳が思うに我がご先祖、御祖先の方々が国をお始めになったことは極めて光栄であり、国をお始めになったことは極めて光栄なんですよ。2000年だから、どこをお立てになったことは極めて深く厚くあらせられる。そうなんですよ。どこをお立て、2000年もどこをお立てになったって、信じられない。僕なんか70になってもね、女のケツが、このケツはいいと悪いだって、ほんと天然ができないよね。また我が親身はよく衆に励み、よく功を尽くし、衆公って親ね、国中のすべてのものを皆心を一にして、代々美風を作り上げてきた。代々、2000年のことね。これは我が国柄の精髄であって、教育の基づくところもまた実にここにある。そういうことなんですよね。それからあと、ここにエコノミストが批判するのはですね、常に皇室公判並びに憲法をはじめっていう、こういう皇室公判って何ですかとか、別に皇室公判の皇室国家のために尽くせ。そういうことですよね。そう、尽くせってことは、どういうことかっていうとですね、2000年持ちこたえた国をね、皇室国家をね、滅ぼすなって意味なんですよね。もったいないだろうと思われた。ね。それは分かってない。分かってないですよね。だからご先祖のお越しになった恩君であってっていうのは、高祖の子孫っていうのは、やっぱその重さっていうのはやっぱりね、これ昔の人はこれは訳文ですけど、原文ですね。昔の漢文で朝、子供たちが唱和したんですね。それが威厳ですね。まあ、残念ですよね。だからこの兵士に教授があったからね、中国は戦争してたからむちゃくちゃやりましたけど、東南アジアはそんなことなくてですね、極めて立派にやったんですね。これが中間の前書きです。小野さん、今のその、文って何の文なんですか？これね、教育直後の現代語訳。これが教育直後です。そう。これね、教育直後のこれはね、これですね。これはね、元の文だとね、全然わかんない。これが元文ですね。早く出てくる。あれこれだ。これどうやって小さくするんだろう。こうするのかな。これ原文ですね。第2弾と第1弾書いてない。続きって書いてあった。これだ。これですね、原文。陳思うに我が高祖国を始めること、公園に徳を立つること、信仰なり、我が親民よく周によく公に、奥長を心を一にして、せせなんとかの美を制せるは、これ我が国体の成果にして、教育の進言、また実にこれに損す。っていう風な原文ですね。これ今の人読めない。そのさんはこの国体という字はこっち側の字を使いますよね。ソロだ、この字使うんだよ。俺嫌い。使うんですよ。俺ね、嫌なんです、僕ね。お前どっから持ってきたんだよ。こんな感じ今ないのに。まあそういうことですね。これが、だから政治家の方はほとんど全員の方がですね、さっきの原文の方をですね、額に入れて部屋に飾っていますね。自民党ですよ。社会党とかああいうの飾ってませんけど、必ず額に入れてやってます。ですから、やっぱり、日本の精神っていうのは、やっぱり、そういうふうな、志っていうのはやっぱり、政治家は必ず持たなきゃいけないですね。それでも正しい政治家多いですけどね。そういうことですね。だから、まあ、だから中間はですね、この日本の精神の、
大学で教えたことの中核をですね、教える。そういうことですね。順番は五条、五輪、論語、孟子、中庸、アリストテレス。かなり重いですよね。だからまた、今日の頭疲れる。で、プリフェースから言いますと、benevolence, righteousness, propriety, wisdom, and trustworthiness ですね。仁義、礼、智、信。で、ですから、これはコンフューシャニズムの儒学の中のですね、今言った仁義、礼、智、信というのはコアアイディアですね。コアアイディア。心の基盤。we should stick to ですね。the belief we should stick to ですね。それからbenevolence は、仁ですね。benevolence。heart of loving others。heart of loving others。で、その without benevolence な人はですね、not the one to cooperate with。これはですね、benevolence については、まあ、思いやりの心だって言ってますけど、ない人とは付き合っちゃいけないっていうね。付き合ってはいけない。not the one to cooperate with。まあ、この英語の表現も大事ですね。A person without benevolence is not the one to cooperate with。で、仁のない人。あと、仁っていうのはですね、私が今まで教えてきたのは、patient。うん。ですね。そういうことなんですね。我慢するっていうのは仁。それからトレランスってね、寛容になるというのも仁の言い方。要するに相手に対する思いやりっていうのは、相手の言ったことを黙って聞くというね、listen じゃなくて、hear。ですか ?hear っていうのは、listen と聞き流す。hear っていうのは相手の言葉の中身をきちんと理解する。hear ですよ。というのは中井東司が言ってるんですね。で、次にですね、righteousness ですけど、rightful action ですね。choose and act rightful action ですね。without being hindered by desire。欲望ですね。利欲にとらわれず。without being hindered by desire。これで、私利私欲、desire。desire って私利私欲ですね。だから、rightful action。conduct rightful action ですね。それからですね、propriety はですね、実際には、これはですね、propriety、ここではですね、profit is of priority をあなたがそのセットすると、you cannot be trusted ですね。これは、例はまだ言ってない。義ですね。それから、being law abiding by って従うとね。being law abiding って法に従う。being law abiding is not enough。法に従えいいってもんじゃないよって言うんですね。being law abiding is not enough。being law abiding is not enough ですね。法に従えばいいってもんじゃないよ。でその次にですね、例ですけど、例ってのはですね、これは決まった言葉がありまして、propriety って言うんですね。propriety ですね。で、これは the principle of our lives and the foundation of social order ですね。だから、principle of our life。人倫規範ですね。それから、foundation of social order。社会秩序ですね。基盤。ですね。で、always keep the right attitude。姿勢ですね。姿勢及び態度ですね。keep the right attitude
and friendly smile ですね。これは、and watch your word。watch your word って言葉遣いに注意すると watch your word ですね。それから、あとこれはやっぱり大事な言葉ですけど、礼儀300、意義3000って言うんですけど、礼儀っていうのはですね、rules of etiquette、300 rules of etiquette、3000 etiquette details ですね。礼儀300、意義3000ですね。で僕はこの言葉好きですね。だから、昔の人はね、徳の追求すごかったっていうことで、There is no end to the ancient men's pursuits of morality ですね。pursuits of morality。もちろんこれ You should not see your employees as merely stepping stone。なんだっけ、踏み台ステッピングストーンにしちゃいかんよ、部下をね。で、次は wisdom ですけど、improve your ability to judge things。improve your ability to judge things。物事の判断をですね、検査するためなんですよ。wisdom はね。だから、物事の判断を検査するっていうことは、やっぱり一番難しいんですね、wisdom を身につけるっていうのは。仁義礼信。wisdom が一番難しいっていうのは、どうしてかっていうと、パースペクティブとかインサイトっていうのは、なかなか身につかないんですね。だから、何でもそういうふうな、知識を広めて、だから、見識を広めるという努力をしていかないといけないんですね。これ5番目の trustworthiness は means trust ですね。and never breaking others' faith in us ですね。never breaking others' faith in us。これ日本人できないですね。どんなことがあっても信じ抜くことである。これは日本人できない。never breaking others' faith in us。もちろん、ここに5条を勉強している昔の人は分かってますからね。どんなことがあっても信じ抜くということをやってますけど、最近は中国人でもこういうことできない人増えてきましたね。never breaking others' faith in us ですね。それから次がですね、この単語は、imperial script on education。imperial script on education。これ教育書。imperial script on education。これは僕もですね、すぐ忘れちゃうんですね。imperial script って忘れちゃうんですね。直後。これ名詞ですね。孟子の言葉ですね。で、ここで、Do we ever have simple things in our daily lives? これは日本語では何て言うかと、日々の生活の中で我々は優しい問題を難しくしていない。日々の生活の中で我々は優しい問題を難しくしてないか。英語で言いますと、Do we ever have simple things in our daily lives? なかなか言えませんね。Do we ever have simple things in our daily lives? Most important thing is to show filial respect to a parent. Filial 親孝行ね。親に対する敬意の孝行。Many Japanese from most recent generation don't understand this. 分かってない。ね。Our education is ruined. 我々の教育も崩壊しちゃって。Imperial description on education consists of 5 items called 5 moralities. これね、moralities と言ったり、いろいろ言ってますけど、リレーションシップって言ってますけどね、5 ethics と正しいんですよね。5 ethics 正しいんですけどね。including affection between father and son, bond between lord and vassal, vassal で家臣、ロード絆ね、ボンド。distinction between husband and wife, distinction 違いね。それから、orders of seniors and juniors, order 順序。trust among friends.
まあ、こういうことですね。で、we think the difference between evil woman and villain って悪人ね。villain lies in whether they have five ethics and five morality. これね、英語間違いですね。five virtue ですね。まあいいけどね、わからなくはない。ethics と five morality って言えばわかる。five value ですね。five value ですね。five ethics ですね。五条は value ですね。五輪ですから、ethics ですね。Evil women are always sensitive, emotional, selfish, and self-centered. だから、悪女はいつもセンシティブ。だから感情的で。上昇。ここで上昇ってセンシティブ。エモーショナルがあるからね、感情的。セルフィッシュ、わがまま。セルフセンター、自己中心。They have greed, 欲張り。ね、tend to get jealous, 嫉妬深い。habitually, いつもね。だから、ウムサのトランプと悪女は一緒だっていうことなんですね。ここから来てるんですね。そう。トランプは、情緒的で感情的でわがままで自己中で欲張り、嫉妬深い。全部当てはまる。これ女ですね。トランプはああいう顔してますけど、女ですよね。悪女。悪人じゃない。They are not villains. 悪人じゃない。ね。It's difficult to distinguish the wicked and wicked ってのは悪人。まあ難しいね。He cannot defend himself. 守れない。He has this despicable friend. despicable friend. 心のやしい人間ですね。despicable. 小じきですね。心が小じきの人と付き合ったらね、逃げに持ってかれる。cannot defend himself ですね。まあ、100万人一人ですからね。出てくるの10万人一人かもしれません。中にいるんですよね。そういうことですね。まあ、悪女はね、まあ、これぐらいの程度であれば、なんとも、悪人はね、もう、軸がないですからね。これは恐ろしいですね。悪人は軸はないけど、悪女は軸があるって。軸があるんです。だから悪女の場合はですね、こういうふうに感情的で情緒的でわがまま自己中でわーって喋っててもですね、嘘ついてもですね、7割はまともなこと言ってるんですよ。3割がわけのわかんないこと言ってるんですね。嘘ついたり。だから習近平みたいな中国人であります。そういう人いっぱいいますから。だから聞き分けられるんですね。安倍さんも奥さんがそういう人ですから、聞き分けられるんですね。プーチンもロシア人っていうのは、本当にね、オリガルキーの金持ちの、組織のたまり場ですからね、ちゃんと分かってですね。だからそれぐらいですよね、僕が知ってる限りで、トランプと話できるのはね。そういうことですね。まあ、うちの読むのがもう全く典型ですよ。だけど、それやっぱり理解してればね、話を、グッドビル、さっき言ったグッドビルとかピュアハートって言ったじゃないですか。領地。領地っていう覚悟知識のね、領地を持って、collect your mind movement。あなたの心を正すというね、領地を知るっていうことは、やっぱりその相手の言ってることを、嘘でも何でも全部受け入れてね、一晩置くと、それはそうだよなっていうふうに納得できるんです。ですから、人間はね、人がペーシェントっていうのは、我慢して一晩、心の中に寝かしなさい。そうすれば、次の日になれば、そういうふうな言い方もあるよねっていう、ほとんど 99% 受け入れられるようになるんですね。それはやっぱり、物事に対して、見通しのできる人でないと。人っていうね、ベネボレンスが分かってないと、それが理解できない。そういうことですね。How to be cool in this world. これはですね、
クールってかっこよく生きるって意味ですけど、in modern day Japan ではね、few men、ほとんどいないですよ。high level of self-respect and self-pride。矜持ですね。self-respect、self-pride。矜持を持っている人はほとんどいない。ね。じゃあ、その説明をするとですね、at first have a consideration of others。consideration of others。相手に対する思いやりですね。have a consideration for others ですね。それに加えてですね、behave according to your wife's psychological situation。あなたの妻の心に従って、ね、相手に対する、心に従って、合わせる。behave according to your wife's psychological situation。男は相手の心の状態に合わせるべきである。behave according to 振る舞う。according to your wife's behave 振る舞う。according to your wife's psychological situation。ということは、that is to say ということは、you cannot ask your wife to become what you want her to be。あなた彼女にね、こうしてほしいなと思った気持ちでね、もうなんか言っちゃいけませんよ。違うんだ、そうだね。違う動物だから。それから、あと、man should not be picky ね。エリオの名詞。picky 好き嫌いね。picky。or scheming 打算、scheming should not give in to his desire 欲望 and should not feel jealous 嫉妬しないですね。あとはですね、あなたはですね、あなたと奥さんの flaws 欠点をね、despise ひどく嫌い。でも、you should also notice a positive trait。positive trait ってのはね、プラスの性格ですね。and so you should learn to get on with your wife in relaxing way。これはですね、こういう言い方ですね。さらっとした付き合いですね。さらっとした付き合い。リラックスにさらっとした付き合いをする必要がありますですね。pay attention ですね。pay attention っていうのは、言動を慎み。pay attention。speak and act with filter。要するに、これは軽はずみな発言、軽率な行動をしない。こういう表現っていうのはやっぱりね、覚えておくといいですね。speak and act with the filter ですね。軽率な発言。軽はずみな発言、軽率な行動はしてはいけない。ですから、speak and act with filter ですね。and be careful of your words and behavior ということですね。Don't think about all that you please. そうですね。これは次の言葉はね、決まる言葉ですけど、superior man must be watchful when he is 珍毒。ここに、この慎まなければ、珍徳ですね。珍毒。誰が見ていなくても自分の行いを慎まなければなります。The superior man must be watchful. 慎む。要するに誰かが見ているかもしれませんよ。must be watchful. When he is around. If you are not sincere at all time, いつでも誠意を持っていなければ、don't will follow you. 誰も従わない。ですね。で、ゴールデンミーニングはですね、アリストトルのね、ステータスだって everything should be done through the middle way ですね。virtue in Latin means masculinity 男らしさ masculinity ですね。
で、five virtue。で、keep society stable するためのリレーションシップですね。もちろん、オブリゲーションですね。オブリゲーション、バーチューです。で、benevolence, righteousness, propriety, wisdom。ここではね、信をね、fidelity って言って、信頼。fidelity って言ってますけど、まあ、あとはですね、why Confucianism is not religion って言ってますけど、宗教はですね、スーパーナチュラルですよね。パワー。コンフュシアニズムは違って、パワーオブピーポー。believe power of people。人の力ですね。信じる。レリジョンはですね、require people to think less of their lust。lust って情欲。情欲を抑える。people to think less of lust。desire。欲望ですね。コンフュシアニズムはteaches people how to success and realize personal desire 個人の欲望をどうやってね、成功に結びつけたり、まあ、抑えるっていうのは同じだと思うんですけどね、これはね。やっぱり抑える、情欲を抑える。ちょっと表現、success and realize personal desire success and realize まあ、ちょっと違いますけどね。まあ、こんなもんでしょうかね。コンフュシアニズムは、doesn't talk about afterlife です。来世とか死っていうのはね、扱わないですね。デイリーライフ扱わない。レリジョン、仏教はね、死後の世界ですけど。でここでですね、今日の、最大の重たいんですけど、ハーバード・ユニバーシティのね、モラル・リーズニングっていうやつで、トゥーウェイミンっていう人がですね、講演してます。で、これはですね、この先生有名な方ですね、ちょっとまず日本語で説明しないと言ってることわかんないんで、説明しますね。どこの世界にも社会を管理するメカニズムとして、法と霊との間に法的な契約が存在する。社会を維持する上で法が大事なのか、霊が大事なのか。授業で最も大事なのはこの霊です。この霊とは世の中の事象は儀式の行為からなっているということです。ゲームのルールが分かっていてもゲームができないのと一緒で、社会のルールが分かっていても収支ができていなければ、行為のあり方をまともにすることはできません。だから結局、法を守ったからいいっていうもんじゃなくてね、霊を守らなければ、行動そのものがね、評価を値しない。だから、前も言いましたように、裁判をして勝ったかといって、その人が正しいことをやったっていうことではない。法を守るっていうことと、正しいこととは違う。でそこに霊があることによって、物事がきちんと正しく回るんですよ。で、人を表現したものが霊ですよ。ということをこの人は言ってるんですね。で霊とは礼儀の正しい行為のあり方ですね。civilized mode of conduct という表現して。あとは標準とか服従の感覚を持っている。obedience ですね。サボーディネート、obedience の感覚を持っている。外に出す霊と内部の徳とは対立する。対立っていうのは、なんていうの、コンフリクトないんだよね。コンフリクトになって、霊と徳とっていうのは対立じゃなくて、なんていうの、表と内なの。なんていうの、対立。これ、いつも読むと違和感から対立じゃなんていうの、こう。教理。教理。教理。もう一度言って。教理。日本が聞き取れない。表裏対。表裏。表裏の関係って、表裏、そういう意味ね。光と影。そこまで対立じゃないですかね。
僕のパソコンまたエッジがキーボード壊れてた。で、それは相当的緊張関係だ。絶対、絶えずそこにはギャップが存在する。なぜ人間は物事を従属するとかいう意味には、言葉の習得がいい例だと。言葉って、言語ね。言葉の規則に従わなければ相手に意思を伝えることはできない。同様に社会におけるこうした服従の記述が使用される。しかも言語の習得のように、ルールだけでなく、話す内容も気にかけなければならない。表現自身に気をつけなければならない。だから、言葉、例と、だから、徳っていうか、人。だからそれは、徳とか人が表に出てるのが例なんで、言葉も同じだよと。儒学の基本教養基礎科目は6つの芸、礼、楽、社、行、書、数のことであるが、大学でこう言ってるんですね。この基礎科目。物理的な訓練だけでなくて、精神的訓練でもある。心身を分けることができない。体は心の正しい形として現れるからだ。体を鍛えれば心も鍛えられるのだ。この力芸は心の鍛錬を体に具現化したものだ。であるから外に出てきた体は心の具現化である。だから霊は心の具現化なのだ。であるから心と心と体は一体なのだ。ということを言ってるんですね。学と音楽ですね。シャって指を入れる。馬に乗る行。昇格。数って何ですかね。数ってちょっとわからない。霊とは儀式的なものではない。霊は我々の日々の存在に欠かせないものだ。礼儀正しさというのは利他主義。要するに利他主義という、利己主義の逆ね。利他主義であり、法律は社会の崩壊を阻止することはできないが、礼はできる。ね、法律あっても国家を崩壊するけど、礼はそのことない。礼がなければ法はできない。人間は外部からの制約を設けないといけない。人間は他の動物に比べて生命力が弱いので、社会的な集団としての結束が必要だ。人間もだから信頼の絆がなければならない。これさ、儒学を勉強してて思うんだけどさ、イスラエルとかさ、なんか雑音入ってる。誰だ？消えた。思うんだけどさ、はしょれないんだよね。儒学ってこう書いてある文章。例えばイスラエルなんか、これはいいよね、みたいに言って次のページ行っちゃうんだけど、いけないんだよね。だからね、いつもこれ3時間やったらね、もう疲れちゃう。人間は日々の生活においていろいろな選択をすることができるが、だから彼喋ってるやつをさ、まとめて要約して書けない。筑後訳みたいに書いてるんだよね。選択できないものがある。それは自分自身のために学ぶことである。人間はなぜ外部からの影響に対して心を開かねばならないのか。そしてそこから良い感化を受け入れる必要があるのか。客観の対象物をただ単に集めるのではなく、すべてのものを主観的な交わりとして心の中に変換するのだ。そのために我を忘れて無我の教師になれる。これでしょ？絶対無でしょ？絶対無。アブソルトになって言うから言ってんだ。だから、偉い先生はやっぱり分かってんだよね。だから普通絶対無知らないと、彼こう言ってても我を忘れて、石崎太郎の哲学をこれ聞き逃しちゃうよね。ましてはさ、英語で聞いてたら、これ、英語なんて言ってるか、アブソルートなんとかって言ってると思うんだけどさ、聞き流しちゃうよね。一番大事なこと。で、ここも大事なの。孔子は古いものを改めて活性化したって、これ大事なんですよ。古い習慣、古いしきたりを
新しいものに変換した人だ。そう、新しいものに変換したんで、古い習慣、古いしきたりを、そのまんま言葉にして表現したんですよね。孔子は。だから2500年じゃなくて5000年ぐらいの今までやってきたいろんな事象をですね、彼の目で、まあそういう意味で新しいものに変換したっていう、この人は言ってるのかもしれないけど、それを今2500年後の我々がその通りそのまま実行したんですね。だから、昔の人と今の時は時代が違うんで、同じような解釈をできないって言ってる儒学者いるけど、そんなことないんですよ。もうそれはその通り理解しなさいと。それが教示で威厳がつなんだ。だからよく僕が例にするのは、当時は2500年も女は奴隷だったんですよね。だから今の女は奴隷じゃないから。じゃあ昔奴隷だったからそういうふうな表現を行使してるって。そうじゃないんです。彼は分かってるの、本質を。ね。今も昔も一緒だっていうことをね、やっぱり我々理解しないから。それをしっかり守ることが、教育職もそうです。しっかり守ることがですね、伝統ですね。体系の人たちが好む、ですよね。伝統。そういうものをですね、大事にする。その第一番目は何かというと、孝行、親孝行ですね。なぜ勉強するんですかっていうこと。いや、何が一番威厳を見つけるにどうしてですかと。親孝行しなさいって言うのね。と僕は思ったんだけど、親孝行するの威厳に見つくの。親のまた親、その親のまたその親、その親のまた親、ずーっと続いてくるね、自分の家系のしきたりをね、守りなさいっていう意味なんですよ。親孝行。だから悪人の親に生まれた子供って悲劇ですよね。悪人に生まれた子供は悪人にするしかない。というのは前僕はどっかで上官で教えましたけど、あれ誰だっけな。そういう風にするしかないんですね。気の毒ですけど。ずーっとそういう伝統で生きてきてるね。だから必要に迫られた生物学的な現実っていうことは、欲望もあればね、情欲もあれば、そういうことに道徳どう当てはめていくのですか？教育化されないままの自然のままの人間であれば、我々は存続できない。人間弱いから。そこには人間としての文明が必要ですね。人間が交流するための社会における基本的な信頼関係がなければ。その基本的な信頼関係って何ですか？その親子の関係が一番基本にありますよ。それがだから天皇家もそうですけど、2000年続いてきて、だからあなたの親、そのまた親、その親、何千年も続いてきてる、そういう伝統をですね、やっぱりあなたきちんと引き継が、だから一番大事なのは親孝行だった。親が悪人だったらあなたも悪人になりなさいっていうのは、だからイギリスの哲学者が言ってたよね。変えられない。だから、昔からね、君臣のちぎりはね、君が三つ裏切ったら来ていってね、親子は来ちゃいけないって。親子の関係はね。絶対切ってはいけない。それは自分の血を切るってことは切れないから、親をつぶさに見ることによって、自分のトラディションを引き継ぐんだっていうことが、親子の芯なんですね。これが分かってないんだよな今の人は。親を大事にする、なんか大事にする。じゃあ肩も揉みましょう。そうじゃないんだよ。親の生き様をよく見なさいっていう意味なんだよね。それがあなたなんですよ。その親のまた上を生きてれば見なさい。それがあなたなんですよ。それが伝統。それがあなたが威厳がつく。だから公共の頭にね、やっぱり親があなたを産んだんだからね、髪の毛一つも大事にしなさい。だから最終的に公共の最後の締めくくりは親にね、自分が立派になって出世した。蛍の光に公共の言葉ありますけどね。身を立て名を上げっていう、身を立て名を上げっていうことは、やっぱり親孝行の基本なんですね。そういうことが基本なんですけど、それが分かってないんだな。これがね、一番目の親子の芯ですね。難しいよね。で、国家が存続するために3つの要件が必要だと孔子は言った。その3つは、軍隊、食料、信頼。で、軍隊と食料はなくなってもいいけど、信頼だけはなくなってはならない。ね、信頼は人間社会の必須要件。
継続的に存続するためには社会性がなければならない。そしてそこには相互の信頼があり、礼節がなければならない。礼節。礼と節ね。節で節操。そこにはこの内部とその発露である礼がなければならない。礼とは礼儀正しい行為のあり方であり、社会性を維持する。社会性を維持するために最低限の要件です。この信頼がなければ、どんな法律を作ったとしても意味がない。ということですね。まあ長くなりましたけど、本当に地球をそうでもないな、これ要約してますけど、結構、内容重たいですよね。それから単語ちょっと見てみますね。シビリティ。これは礼儀正しさ。スタイライズ。様式化する。コレオグラフト。作戦計画を綿密に企画する。コレオグラフト。インプロビセーション。即興で作る。インプロビセーション。コンダクト。行為ですね。コンダクト。シーズン。これはね、なんか木材を完成させるって意味あるんですけど、鍛えるって意味。適応するとか、シーズン。well conducted。進行法制。flourish。栄えるですね。インテリア。内心、本性。内部ね。シビライズ。礼儀正しい。サブミッション。服従ですね。サブミッション。カルティベート。これは、修身。カルティベートセルフって修身ですね。磨く。修身。クリエイティブテンション。創造的緊張。イノセンス。無実。あと、have a large repertoire of folk songs. レパートリー。これね、最初のいいな、これそう、間違い。have a large repertoire. ごめん。have a large repertoire. 最初のいいな、レパートリー。シーズン鍛える。もう先出てきたね。同じです。シーズン鍛える。シャリオット。二輪の戦車馬車。コグニティブ。認知。コンスティテューティブ。本質的な。コンスティテューティブ。これ僕こうやって説明してるけどね、本文出てくると思い出せないよ、みんな。predicated。根拠、理由に基づく。discrete。別々の、ここね。あとはね、IT has become an integral part of our lives. IT は我々の暮らしに不可欠。integral part. sacred. 神聖な。competence. 能力。incompetence って言うと無能な。competence. 能力。死亡。もうすぐ出てきたね。礼儀正しい。アルトリスティック。利他主義の。これは知らないね。アルトルイスティック。ディスインテグレーション崩壊ですね。コンプレメンタリー、補完的な。パブリックパーセプション。国民一般の認識。パブリックパーセプション。プリコンディション。条件をあらかじめ調整する。プリコンディションですね。アービトラウェイ。勝手に独断的な。アービトラリー、それから、デリバティブ、派生した。デリバティブ。R ですね。これ L じゃなくて、デリバティブ。これ派生した二次的なんですね。それから、インパルス。強い欲求。心の弾み心、インパルス。アグレッション、攻撃性、攻撃的行動。攻撃的行動だけでいいですね。ファーバシーブ、隅々まで広がる。I was overwhelmed by guilt. 胸がいっぱいだった。overwhelmed. アピール、何々してほしいという訴え。訴えですね。それから、これよく出ますけど、tacit understanding、暗黙の了解。
tacit understanding ですね。フリーインターチェンジオブインフォメーション。自由な交換、インターチェンジ、交換。ディメンション、局面ですね。オーバーウェルムと圧倒する。これは、時々出ますね。コミュニオンって言うんですけど、思想の交換、霊的交渉、コミュニオン、感情の交換、コミュニオン、スピリチュアルな話でこれコミュニオン出てくるんですね。レセプティブ、新しいことに理解がある。レセプティブ、感受性が強い。トランスミッターですね。これは、リアニメイト。言い換えらせる。リアニメイト。言い換えらせる。リアニメイト。倫理づけるというのがあります。オーナー、敬意を表する。インデッテッド、借りがある恩を受ける。be subjected to Roman rule、ローマの支配下に置かれる。be subjected to に置かれる。さらされる。それから、authentic、本物の authentic。これはしょっちゅう出ますね。primary care、初期診療。で、これ、プライマリーケアって元の意味はね、病気にかかった時に、身近な医師、家庭医またはかかりつけの医から、最初に受ける診療のこと、プライマリーケアですね。初期診療。それから、マクロコズム、総合的体系、マクロコズム。これはあんまり聞きませんね。ナーチャー、これしょっちゅう出ますね。長期にわたって少しずつ計画思想感情を心に抱くっていう意味です。ナーチャー。育むっていう意味しか理解してませんけどね。こういう意味です。それからですね、オブネセシティって必要に迫られて、エシック、道徳規範。それから、シビライゼーション。で、文明なんですけど、高度に発達し、固有の文化生活様式を有した状態。高度に発達し、固有の文化生活様式を有した状態。または、個々のそのような社会をシビライゼーション。ソシアリティ。社会性。それからですね、エンデュアリング。長く続く永続的な愛情、影響関係、辛抱重視です。これ、こうやって僕単語説明してるのは皆さんが自分でこの単語を使えるような目的で書いてるんですよ。英語のビデオを理解するための単語じゃないですよ。これ、皆さんが自分で使えるような目的で辞書、意味を書いてるんですよ。でなかったらこんな丁寧に書きませんからね。リシプロカル。相互の互恵関係。リシプロカルリレーションシップね。リシプロカルって言いますね。サブスタンス。これは本質ですね。サブスタンス。本質。サブスタンス。コヘレント。守備一貫した。これもしょっちゅう出ますね。コヘレント。まあ、単語はこれいっぱいね、新しい単語では難しい単語から言ってますね。いっぱいありますね。で、話の内容もかなりこう、哲学的ですけど、この人非常に優秀な人で、いいビデオですね。これはいいビデオですね。でかすぎる。ちょっと縮めないとね、うまく動けない。ちょっとでかすぎるね。これぐらいがいいかな。あ、これならいいね。昨日、14分は47分あるんですよ、これ。すごいですよね。単語はね、出してあげますね。こういう単語を読みますね。なんかあれですね。電波の状況が良くないですね。じゃあ始めますね。わかんなかったら途中で聞いてください。これ始まらないね。あれ？音が出てないですか？音が出てない。
あ、これができたね。As a mechanism of control for the society. What? I would like to pose a simple question. In any given society, it's necessary both to have legal constraint, to have law and ritual as a mechanism of control for the society. What's the difference? What's the difference between law as a mechanism of control and ritual? And also, for some of you, whether you considered law as more central, more important than ritual, or ritual as more important than law. So you may want to think about it. First, which one, in your view, in terms of the maintenance of a society, is law more important than ritual, or ritual more important than law? Maybe it can begin just see a show of hands, but I would give part of the talk, and in the middle, I hope we could ask some of the responses from you. Now, how many of you think that law is much more important than ritual? Even both of them are significant. Raise your hands. Yes. And how many of you think that ritual is more important, ritual or civility is more important than law? In the man, almost half and half. Okay, that's very good. Ritual, or the term Li in Chinese, is one of the key concepts in the analects, but also one of the most important features of Confucian learning. And in fact, Herbert Finger Red considers as the most important value or virtue in Confucian humanism. But I'm going to focus on the first two parts of the outline, and so we'll be able to focus on this question of Li as I understand it. And then I will give a reference to Finger Red's interpretation of Confucian community and end with a general concept of the question of differentiation. Li is often understood as ceremony. You can say in the perspective ritual, the individual's entire life becomes stylized in a kind of sacred dance. This is what Houston Smith describes, the Confucian vision of the society. Social life has been, in a way, choreographed. Its basic steps have been worked out, leaving little need for improvisation. So this sense of ritual, this sense of Li, is to say we know what to do. It's not the verbal language, it's the non-verbal ways of dealing with the world. It is basically a formalistic description. Just imagine that your daily life is somehow formed by a ceremonial act, like going to the church, going through a graduation, going to a birthday party, going to a funeral. These are highly formalized structures. This is the image of the Confucian way that everyone is ritualized and knows exactly what to do, as if choreographed. Each step is performed according to certain kind of set regulations. But the civilized mode of conduct is much more difficult, much more complex than what I've just described. If the Confucian way is simply a formalized ritualistic way, then there's very little creativity. It's very conservative, and some people even consider that as totally seasoned in the objective social conduct of the society. But the civilized mode of conduct, even we use the word English, has three different meanings, three different senses.
First, if it is civilized, it's not barbaric. If it is civilized, then it's not military. If it's civilized, then it's not official. It's the civil society rather than the official. So a well-conducted people, in the sense of being civilized, seems to suggest something more than just the formalistic structure of the way. So there must be something interior to the civilized mode of conduct. There must be something which is the core of our being able to behave properly. It is not just the formalistic features that we do it right. There must be something that is the reason why we can do it right. So conceptually, we may want to think about the inner and the outer, the root and the branch. We need to think about not just the external manifestation of our behavior according to a certain kind of prescribed rules, manifestation, the inner. So conceptually, これ僕ね、ついうっかり回しちゃったけど、ルータのブランチって大学のね、物事に本末ありっていう。物事に本末ありってことは、実際の現象に対しては必ず理由がありますよ。そういう意味ですね。物事に本末あり。We may want to think about the inner and the outer, the root and the branch. We need to think about not just the external manifestation of our behavior according to a certain kind of prescribed rules, but also the inner core, why that behavior is possible. We need to understand the branches, they flourish, but what is the root that allows the flourishing of the branches? In a deeper sense, even if we know the rules of the game, it doesn't mean that we really understand what's going on. We can master all the rules. We can learn by imitation and know all of these rules. But it doesn't mean that we really understand what's going on. Without internal self-cultivation, without the internal sense of direction, it is difficult to develop the external manifestation, which is a fitting manifestation of the interior. In fact, when the question was asked, what is ritual? What is li? Maybe we should think, when I use the word ritual, always think in terms of li, because we may give rich meaning to the idea of ritual if we know what li is, rather than simply trying to think about li in terms of our ordinary sense of ritual. And this should become clear as I move on. When the question was asked about what is li, what is the civilized mode of conduct, the answer, one of the answers that was given all the time is timeliness. It's appropriate, timeliness. It's appropriate to the particular behavior. Therefore, it's situational. Situational in the sense that it's fitting response to a particular situation. This is li. It is not simply you do it right according to certain kind of prescribed external conditions. It's not just following certain kind of rule. It's the most fitting response to a particular situation. In this sense, that the inner and outer, or the root and branch, could be understood as organically connected. If there's no internal dimension, that the external expression will not be appropriate. But there's no question of the fact, however, that in order to learn li, in order to learn the ritual, according to the tradition, you really have to cultivate a sense of submission, a sense of obedience. This may give us the wrong impression, but we have to begin with this sense of submission and sense of obedience. I noted earlier, there's always creative tension between ritual or ritual performance, external manifestation of what we ought to do, and internal sense of humanity. Last time we talked about humanity as the most important virtue in the Confucian tradition.
there's always creative tension. Your inner sense of what ought to be done and your ability to express it in a proper way, there's always a gap. There's a creative tension, and you need to be constantly alert and mindful of the situation. What? 彼ここで言ってるのは、人っていうか、特性、自分の心の徳ですよね。もしくは言い方変えれば、グッドウィルとか、ピュアハートですよね。それと実際に自分がやってる例ですね。外に出た例とは絶えずギャップがある。そのギャップに対して絶えずそれを意識を持って、constantly alert, mindful of the situation ということを彼言ってるわけ。絶えずそれを意識してそれをどういうふうにするかということを考えなければいけない。そういうことを言ってるんですね。Why the emphasis on submission, emphasis on obedience? The idea is that there are rules and regulations and external conditions. In order to function effectively as a human being, we need to embody them. We need to internalize them. And that internalization requires discipline. Confucius put a lot of emphasis on the importance of models. You should have the proper models for people to gaze, to even memorize and duplicate. There must be models for people to learn. In other words, the incredible thing about the human capacity to continue a civilization is the ability to renew, always a renewed sense of the old. So this ability to gaze, to memorize, to duplicate becomes a very important way of learning to be human. In order to get the proper repertoire, the proper ways or the skills of dealing with the world, we need to become familiar with the rules of the game of our society, to become understood. This is particularly difficult to convey because we always have a sense of being coerced. There's no voluntariness involved. We're being coerced to do things that we normally would not do. We rebel against it. We try to assert our individuality. But if you take the example, one very simple example, everyone is quite familiar with it, the question of language. How do we become seasoned in a language so we'll be able to express ourselves? Can we be so creative as first to raise major questions about the grammar of the language? We want to speak ungrammatically, so we want to be creative. In a curious way, there's no choice. We have to learn it. We have to submit ourselves to the tyranny of the linguistic rules in order to be able to speak correctly. And sometimes, no matter how hard we try, we always make mistakes. So this sense of submission to a particular way of expressing, using language as an example, is to say that the kind of creativity that can be generated through this kind of learning requires the discipline of submission and even obedience. But language, learning a language, is not simply to learn the rules of the game, so we'll be able to speak correctly. There's always a creative act involved. There's always voluntarism involved in the process of learning that language. Sometimes we say familiarity breeds contempt. But in learning a language and a number of other examples, to be sure, familiarity actually generates skillfulness. The more we become seasoned in the language, the more we look at many forms of expression, to read major writers, to become friendly with the great works in a particular language. The more we become seasoned in the language, the more we'll be able to express ourselves creatively. And it is through the submission, through the obedience, through certain kind of voluntary participation in the linguistic form, then gradually we become seasoned in that expression. In fact, all the humanities, philosophy, history, literature, religion, many of these forms of humanity as forms of learning demand that we do the same with language.
Almost learning a new language in order to do philosophy well, learning a new language in order to understand religion well. And it is through the submission, through the obedience, that we'll be able to acquire a good taste for appreciating what's going on. Now, there's a difference between someone who's able to use a particular language or linguistic form creatively and someone who's simply internalized the rules of the game will be able to do it correctly. We know that. Because the creativity lies in one's ability to make fresh interpretations, to extend a new horizon, to force the rules of the game to come to terms with new realities. It is not simply accepting what's going on, but creatively interpreting, therefore transforming it in order allowing it to fit new situations. So simply by being able to internalize the rules of the game is not enough. We need to embody it in a way that we'll be able to transform it from within. We cannot be truly creative if we only know the grammatic structure of that language. So this notion about embodiment, to internalize in the sense almost like it becomes part of our body, is the process of learning ritual. It's a performative act. In fact, the elementary learning in Confucian teaching consists of 6 arts. Ritual is one of them. But これさ、彼ここで言ってるのは、言語の話をしてるけどね、言葉を単に理解するんじゃなくて、クリエイティブなんだかんだ言ってるけど、その本質をどうやって捉えるかってことは大事なんですよね。さっき僕が言った今これからその学芸について話を始めるけど、もっと後で言ってるのかな。もうちょっと後で言ってます。また同じこと言いますから。学芸ってこれから例、楽、者、行、書、数のことを言いますけど。その前に今私が言ったのは、これのところは彼の、例、言語を例にして、例の核心部分、本質的な例と何かっていうのが言ってるの。And it is through the ちょっと submission, 繰り返して聞きます、ね。through the obedience, through certain kind of voluntary participation in the linguistic form, then gradually we become seasoned in that expression. In fact, all the humanities, philosophy, history, literature, religion, many of these forms of humanity as forms of learning demand that we do the same with language. Almost learning a new language in order to do philosophy well, learning a new language in order to understand religion well. And it is through the submission, through the obedience, that we'll be able to acquire a good taste for appreciating what's going on. Now, there's a difference between someone who's able to use a particular language or linguistic form creatively and someone who's simply internalized the rules of the game will be able to do it correctly. We know that. Because the creativity lies in one's ability to make fresh interpretations, to extend a new horizon, to force the rules of the game to come to terms with new realities. It is not simply accepting what's going on, but creatively interpreting, therefore transforming it. ここですね。相手の言葉をね、ただ単にね、受け入れるんじゃなくて、creatively interpreting, therefore transforming it. In order allowing it to fit a new situation. Allow it to fit new situations. So simply by being able to internalize the rules of the game is not enough. ね、internalize the rule of the game is not enough. We need to embody it in a way that we'll be able to transform it from within. From within, そこから。We cannot be truly creative if we only know
the grammatic structure of that language. So this notion about embodiment, to internalize in the sense almost like it becomes part of our body, is the process of learning ritual. Become the part of our body is the process of learning ritual. It's a performative act. In fact, the elementary learning in Confucian teaching consists of 6 arts. Ritual is one of them, but also music, archery, horsemanship or charioteering, like the Romans, how to handle the chariot. これ、チャリオット二輪馬車ね。Calligraphy and the art of counting. あ、スーってアートオブカウンティング。アートか、だから計算だよね。帳簿つける。Each of the 6 arts is a mental exercise, as well as a physical exercise that involves the body and the mind. And there's no separation of the body and mind. The body is the proper home for the mind. And we say sometimes the soul, the body is the prison house of the soul, which is quite alien to the Confucian thinking. It is the body where the mind is located and find its proper niche. The more we be able to use our body well, the more we be able to refine our mind. だから心技体ですよね。And we'll be able to creatively understand how the mind actually works. And all 6 arts, in this sense, could be considered as forms of embodiment. It's a kind of embodied knowing, embodied way of learning. It is not simply abstract ideas. It's sort of cognitive understanding of what's going on. It involves actual practice. It is in this sense, I want to dwell just a little bit, that the body is an achievement. It's an attainment. It is not something that we owe. It is something that we own as our possession. The body is not our possession. I do not own my body. The proper way to understand it is that I become my body. And in fact, my body expresses who I really am and how I interact with the world. All 6 arts, in this sense, is a way for me to understand my body, therefore, the expression of my mind. So the mental and physical are totally integrated. There's no way to imagine that they are separate domains. To internalize something. これだけど昔の人はこれ2500年前にね、陸芸やったわけでしょ。書道なんかもそうですよね。すごいと思いません。これね、心がね、書に現れるんですよね。万年筆も1930年代の万年筆は書くと心が現れるんですよね。モンブランみたいに均一的に書けないね。だそういうふうな凄さがあるんですよね。Through embodiment depends upon 2 forms of knowing. To know that and to know how. We're quite familiar with that. All forms of knowledge that we are involved in doing at the university, or most of the forms of knowledge we're involved in doing at the university, are knowledge about that. How, whether the weather is cold or not cold, or that. How to understand the physical structure of the universe, to understand cosmology, to understand text, to understand social, society, politics, economics. All these forms of knowledge are forms of knowledge to know that. But the knowledge of know-how is the knowledge to internalize a particular skill. For example, how to ride a bike, how to play the piano. That sense of how
requires that the knowing is necessarily a transformative act. To know is not simply to reflect upon something out there, but to internalize that which becomes part of me. So a person who knows how to ride a bike, how to play the piano, is a transformed person by the particular skill the person has already acquired. And that skill has become a constitutive part of that person. That's the sense of a ritualized body. As we know that the process of learning, if you look at the growth of an infant, how he walks, sits, talks, each act is an internalization of certain kind of skill in order to express himself. And each act is a major struggle. But each act is a demonstration how the body has become an attainment for a little baby to be able to walk. Itself is an achievement. To be able to talk is even a greater achievement. So each of these achievements, in a cumulative sense, forms the body, and the body becomes an expression of the self. Without being able to use the body, we're not able to express ourselves. Our mind have no way of interacting with the outside world. And it's through the body, through the exercise of the body, then we become connected with an ever-expanding network of relationships. And also through the body, the clarity of our thought, the sensitivity of mind are being expressed. And it's important never to consider our body as contradictory to what we think and what we feel. Unless we can think with our body and feel with our body, and the body is not ritualized, then we'll not be able to fully embody the ritual form, which is absolutely critical for us to function effectively, communicatively in the world. So this sense of submission, of obedience, of using the language well, in other words, in the sense that we'll be able to acquire a proper taste, is the practice of ritual. And this practice of ritual is predicated on the belief that without ritual expression, no human being will be able to communicate effectively with the world. Ritual, in this sense, is not a ceremonial act in terms of a specific, discrete moment in our life, the sacred moments. Ritual, in this sense, is an integral part of our daily existence. We cannot imagine how we live in the world without the involvement of the ritual process. It is not possible for us to imagine on a daily basis that we can function well without ritual. So this sense of ritual as propriety, as the proper way of behavior, becomes a critical issue in the Confucian tradition. It is also in this sense that the body as an attainment, as an achievement, the ritualized body, in fact, helps us to understand what Finger-Red would call our secular world as sacred. So what we do in everyday existence, every act, has a sacred meaning because it helps us to understand ourselves through the direct involvement of the body in the process of learning. Now, this broader notion of civility is not at all in conflict with law and regulations, but it points to a very different sense of cultural competence, social capital, and spiritual values. It is not simply this way of understanding the world. It's not simply that we need to be civil as an extra, as a kind of altruistic notion of the world, as an extra of what we do.
We need to understand the world ritualistically because this defines who we are as human beings. Now, this broader notion, this notion of civility, is often contrasted in the Confucian tradition with law. Law helps us to behave according to a certain mechanism that social disintegration will not happen. So law is a coercive constraint, absolutely necessary. But civility, in this sense, or ritual, is complementary to the law. It's not at all in conflict with the law, but goes beyond what the law is able to dictate. Law may help us not to become violent, but it will not help us to develop a form of human flourishing. Is it possible to imagine that law is the minimum requirement for social stability, and ritual is the form that will help human beings to flourish beyond simply as law-abiding citizens of the world? I'll stop here for just one moment and ask earlier the question I raised concerning law and ritual, and maybe have a brief discussion before I return to Fingeret's perception of how this actually works. Now, for those who believe that law is more important, please give me some ideas why. Why in this two, law and civility, law is much more important. Anyone? Yes, please. The question here is that if you think about social stability, about your personal sense of moral worth, if you have to choose between law and ritual, or if you want to set up a certain kind of structure that they are related, which is more essential for social stability? And you consider law as more essential. Any other comments on this? If you think law is more important than ritual, what is the shape of your argument? Why law is more critical? すごいよね。こいつは質問返事していくんだよね。Yes. 日本人だと絶対ないよね。すごいよね。So the notion is that human beings will have to be somewhat shaped or disciplined by some kind of legal constraint from the outside as precondition. Almost, I think the other gentleman also talked about as a precondition for self-cultivation. Any other comments focusing on the importance of law as the basic constraint first? And how about those who argue? 彼が言ってるのは法は守らなければならない前提要件 precondition that civility or ritual is more basic, it's more fundamental. Any comment on that? Yes. You have to have the origins. I think that people came up with law not just arbitrarily, but they used their ritual to develop the law. So you consider law as derivative? Yeah. In the sense that the sense of civility, the sense of ritual is more basic. Without that sense of civility, you cannot develop a sense of law. You cannot develop a structure of law. Any other comments on this? In terms of the ritual? Why the ritual is considered much more fundamental? Want to make a comment? Yes, please. I think that ritual sort of, it's more true. It's, I guess, internalized, and so people are more likely to hold to it than the law, because, when the law is not watching, then you don't have to abide by that law. You can have that sense. So when you have this ritual, then it's an integral part of you, and you don't want you
it constrains you even when someone else isn't watching. In a curious way, here already we later we'll be able to explore further those issues. We already touched upon a very, very critical debate within the Confucian tradition. One is that the external constraint is absolutely necessary for human survival, for the stability of the society, because the external constraint will be able to force people not to act upon their impulses of aggression, of violence. And already there's some sense that human nature is prone to become disruptive. If we allow our individual impulses to express themselves, then the society would not endure. In fact, it is so pervasive in our society to believe that's the case. If there are no laws, then the society is going to disintegrate. So law absolutely is more critical or more basic. But the other two observations come close to another vision. That is the very fact that human beings can form a community is not because of fear. It's not because they know if they don't act according to certain kind of prescribed rules, the society will not survive. It is because internal to the human project, there's a social tendency, there's a social dimension that we want human beings, unlike any other kind of animals, with some notable exceptions, maybe like bees or ants. But basically, we have to develop that social skill for survival. If there's no sociality to the human, if it is only individuality, there's no sociality to the human, we will not be able to survive. This is exactly what Finger Red is trying to develop. Now, Finger Red is not arguing that within the Confucian tradition, the social component is so critical that the psychological dimension is no longer that critical. He, in fact, wrote a book earlier called Self in Transformation. So he is very deeply involved in the study of psychology, study of the inner self. But when he was confronted, as you know, your reading was confronted with the analects, he was just overwhelmed by a new vision. This new vision is to say we human beings as social beings can exist without any appeal to the psychological notion about the self. And he argues that the very fact that we are all here, the very fact that we live as members of the community, is because in a way we've already accepted the other as an integral part of ourselves. Just like the internalization of the external things by our body, we know for sure that human beings, unlike any other animals, are extremely weak and require 3 years of tender care simply to walk, to talk, to be able to do things in a way that other animals, 彼ここで言ってるのは、子供生まれてから3年間親が、ケアしなくちゃいけないよっていうのは、これは孔子の教えで、だから親が亡くなっても3年間喪に服せって、そういうことを彼は言ってる。At the age of 3, would be able to perform in terms of actual native intelligence and native capacity at a much higher level. The zebra in a herd running will have to be able to stand up and run 46, 47 seconds after birth. Otherwise, the survival of the fittest, that rule will rule out the possibility. And these kind of capacities of the animal kingdom are obvious, and humans are extremely weak. We'll have a chance to return to this issue. That's one of the reasons why the tender care of the community is absolutely critical for the existence of the individual. And this notion about communication, about sociality, is that it is basic to our human nature that we become an integral part
of the common world, integral part of an ever-extending network of relationships. And in a highly idealized sense, but it has very practical implications, that human community is like the holy rite, like the ritual that is sacred. So the mission is to transform the secular world into a sacred domain. And in any civilized world, the interaction between human beings always requires a certain kind of tacit recognition. Even a handshake, exchange of gazes, all these are embedded in a sense of trust. Now you walk on Harvard Square, someone asks you direction. You give direction. In that moment of conversation, if suddenly you become suspicious, the person who just talked to you may not be sane, or may have some kind of self-interest, may have some other kind of project involved. Immediately conversation is terminated. You don't want to have anything to do with that. Even that very brief moment of interchange is based upon certain kind of respect, certain kind of trust, unstated. It is in this general sense that the world, even though we know how secular our world is, all kinds of conflict and tension, we're very fearful of violence here and there. And yet, this is Fingeret's notion, the very fact that not only we survive, but we continue to interact among ourselves, is because there is this dimension. And this dimension is so clearly stated in the Analects that we do not have a choice but learning to be human. So the idea is very strange, especially in the modern context. How can we say that we don't have a choice? Now, the Fingeret's argument is that we don't have a choice because we do not choose the different kind of instruments to express ourselves. This is not the right analogy. So I want to play the piano, or to play jazz, or to play saxophone, or play some kind of instruments. So I have a choice what to do. I have a choice in my career. I want to go to law, to medicine, to all kinds of other patterns. All these are choices. In fact, the problem is that we are overwhelmed by the freedom of choice. And every day we have to make all these choices in order to live meaningfully and happily. But there's one thing that there's no choice. That is the learning for the self, learning for the sake of the self. Because we're not choosing an instrument, the instrument turned out to be our own body. And we cannot but internalize the rules, the regulations that we see as the best for us to express ourselves. We do not have a choice of the linguistic universe in which we function. We learn to express ourselves better, to internalize the rules of the game. I may learn another language, to be sure. But this linguistic universe in which I'm a part is the meaningful world for me, and how I'll be able to do it. ソムヤさん、スピーカー、マイクをカットして。This is something I do not agree. I find it problematical, but it has persuasive power, though. Why should we even be bothered by the notion of the inner self, or the interiority of ourselves? Why can we be open to the influences from the outside and allow ourselves to be shaped by these good influences so that we take part in a quartet, take part in a communion, or to transform everything into subjects of communion rather than simply regarding nature and other things as collection of objects? We can be receptive to that process by forgetting ourselves, by removing ourselves from simply the concern of our own self-interest, our own individuality. And in fact, the world in which we live, the very fact that we not only survive, but we flourish as human civilization, is because many of the enduring patterns of the past continue to be renewed as meaningful to us. You know, one of the questions for Confucius is that he's not the founder of a tradition, he was a transmitter rather than a creator, because he realized that thousands of years of civilization had already been accumulated. When he emerged on the scene, he's not going to. これさっき言ったやつね。だからもう彼が新しい
トランスフォームしてんじゃなくて、昔のやつをもう一回、引っ張り出してきて、それを今、儒学としてやろうとしているということを今彼言ってるのね。Is that he's not the founder of a tradition, he was a transmitter rather than a creator, because he realized that thousands of years of civilization had already been accumulated. When he emerged on the scene, he's not going to create everything totally new. He's not going he's to able create to give meaning to old structures, all the to structures, old rituals, to old ideas, because old these old ideas can be reanimated as integral part of us. Now, this is the reason why it's important to honor one's ancestors, because we are indebted to them for our own existence. 大事です。Ancestor, because we are indebted to them for our own existence. But with a view to the future, as a continuous process. We are in the midst of a kind of a biological flow of meaningful in the midst of a kind of biological flow. And we take part in that process by reanimating the old in order to attain the new. Reanimating, And in this sense, the Finger Red will further argue that the sociological thinking every one of us is very much subjected to, of saying we have to play many different roles. We have to play the role of a student, play the role of a teacher, play the role of father, of son, of mother, of daughter, of a club member, of a classmate. This kind of talking, of assume a role or play a role, is not authentic enough. We do not play these roles. We are these roles actually combined. In the sense that we do not own our body and try to shape our body according to certain kind of external design, we become our bodies. And our bodies, in fact, express who we are. And these roles, the father, the student, the teacher, in fact, are us. They are not some idea that has to be internalized and shaped according to certain kind of design, because there's inner self determines what's going on. They, in fact, provide a context in which we take part in the holy rite of human interaction. Now, finally, let me simply note a very difficult but important concept in the idea of Li, that is differentiation, which in our egalitarian modernistic sense is always problematical. Differentiation meaning difference, but also highly structured difference. The very fact that the Confucian teaching is focused on the ethics of the family as a point of departure is based upon this awareness that within the family, you say the family of 3, family of 4, family of 5, or any kind of family, the family of 2 parents, of 2 sexes, or the family of single parent, or the family of the same sexes, and so forth. Any kind of family, in terms of the primary care, normally involve the question of status, age, and gender. Therefore, within the family, in terms of human macrocosm, is so complex and so differentiated. How will we be able to deal with the family? Not in terms of objective understanding, but in terms of experiential appreciation of what the family really is, becomes a critical test for our ethical intelligence. Take the example we'll have a chance to explore further of filial piety. One way of understanding filial piety is not simply submission or obedience, but one way of understanding filial piety simply submission or obedience. Is how a biological reality is being transformed into an ethic. The biological reality is that we all depend heavily upon our primary care, the people, the primary caretakers, to help us to survive as a person.
This is biologically determined. Because human beings are weak, we require that kind of nurturing. But then the question is, can that reality become an ethic in the sense that we feel indebted to that particular situation? Can we transform the biological reality of necessity into a certain kind of ethic of appreciation, ethic of understanding? This is the interplay between what human beings naturally are. It's very difficult for us to find cases that are totally contrary to this pattern. This form of human interaction is essential for our existence. This is natural. But natural situation without nurturing will never be able to sustain, will never be able to survive. We need to do that. Perhaps there is a kind of internal pattern to human civilization, broadly defined. That internal pattern is that unless, by and large, we're willing to take part in the process of social transformation, there's no way that we'll endure, even though we have rules and regulations and law, no matter how elaborate they become, if there's no basic trust in the society for human interaction on a very at a very basic level, then the society is not going to endure. So at one point, it's a very strange situation where Confucius was asked about how a nation is going to survive. So there are three things. There's military preparedness to defend the nation. There's food. There's also trust. The question is, say, if we have to get rid of one of the three, which one should be gotten rid of? We said military preparedness. Then we have to get rid of the two, food for economic survival and trust. Confucius says trust should not be given away. We can even give away food. This is in terms of leadership. We cannot give away trust. Without trust, the sense of trust there is almost an essential feature of human community. Otherwise, there's no human community to begin with, whether you have food or military preparedness. That enduring pattern then, the enduring pattern is sociality. With enduring pattern and sociality, then civility is possible basically through a kind of reciprocal respect. The reciprocal respect demands that we recognize the significance of the other, which is both self-regard and other regard. And ritual, or li in this sense, is the merging of the internal and the external. It's a combination of the form and substance. It is li in this sense is the civilized mode of conduct, which is a minimum requirement for social solidarity. It is not something that we need to have law to force the society into a coherent pattern, and then within that legal constraint we begin to cultivate ourselves. The question we need to ask ourselves, if there's no basic sense of trust, how coercive the legalistic constraint is, we'll never be able to survive, let alone flourish. And it is that soft power, I call it. It's not. で、彼言ってるのは、いくら法律があっても信頼なかったら、社会成り立たないよと。The real brutal force, the soft power. It's not the coercion, but the acceptance of human sociality that defines the meaningfulness of ritual. Okay. で、終わりな。長かったですね。どうですかこれ、長いの聞いて。彼はでも、平易にって分かりやすく説明してますよね。わかりやすい。僕途中でさっき聞き逃しちゃったけど、彼は絶対無の話を途中でやってんですよね。ここに、無我の境地ってちょっと聞き逃しちゃって探して、どこだったかってちょっと聞き逃しちゃったね。まあ、そういう話してんですよね。その場所忘れちゃったけど。
どうですか？高橋どうですか？難しいです。言葉はいや、わかりやすいというか、英語でどう説明するか。うん。例えば私自身が、日本のそういうものを誰かに説明するとき、なんかそういう参考なるというか、でもよかったです。僕はね、このビデオね、1時間ぐらいあるんでね、もう何回か見たんですけど、まあ、個人的に何の目的もなくて見るかって絶対見ないですね。だけど中身はね、これいい中身なんで、やっぱり一生懸命聞くとね、で、なんていうかな、こういう儒学っていうのはですね、なんていうのか、やっぱ寺子屋じゃないけど、強制的に集めてね、昭和したり、先生が講義したり、無理やりやらないと身につかないものみたいかもしれませんね。うん。だから、なんていうかな、昨日も札幌の会場で飯食ったんだけど、僕はやっぱり毎日こういう時間1時間作らないとやっぱり人間として成長する機会はないですよって言ったのは、やっぱりその忙しい中でね、やってたら絶対こういうことしませんよね。しないですね。だから、日本人が劣化してる。日本人が劣化してるんですよね。だって、この話は哲学に関しても普通、忙しいから勉強しないですよね。いやー、西田哲学なんか絶対勉強しないですよね。学生だっても、やるかったらやってる人は少ないよね。いや、他の国とかってやってるんですか？いや、これハーバードの講義だけど、やっぱりさ、例えば、水曜の夜やってるイスラエルもそうだけど、はい。あれもハーバード、オックスフォードか、あっちは。だけど生徒はやっぱりそういうの出て聞いてんですよね。で、なぜかっていうとね、彼らは日本人との大きな違いはね、小さい時から物事に疑問を持つように教育されてるんですよ。だから、だからなぜそうなのっていうね、例えばなぜ人間はこうなのっていう、例えば会社で成功するにはどうしたらいいのっていう質問をするんですよね。それ自学者に質問されれば、それは君、会社で成功するのは、君奥さんどうやってやってるとか、お父さんどうやって対応してるっていう質問をしていくんですよね、自学者に。だからそれ、会話の中でどういうふうなことやってるって、じゃあそれはどういうことなのっていう、午後やってるような、エドとディスカッションしてるような世界がずっとあるわけですよ、もう小さい時から。それ死ぬまで続いてるんですよね。日本人とは基本的にないんですよね。だからね、ただね、さっきの教育書を見せましたよね。君臣の義ってのあるでしょ。だから、君に対して臣下は従うっていうことあるわけですけど、日本人ではそういう社会があるから、神が言うことは従うんですよね。だから僕は今こうやって教科書いっぱい書いてますけど、それがどっかでやっぱりどっかの大学の学長がリベラルアーツやりたいって言ったら、僕の教科書使いなさいって使いましょうってなったらば、今言った教育が行われるんですよね。こういうふうにやってるやつが。そういうふうにしないから日本の、なんていうか、エデュケーションというか日本の社会を変えることできないですよね。だから教育はその100年の計で、教科書書くのに10年、それから教師を入れ替えるのに20年。で、20年経って子供を教育するのに30年。だから60年かかってやっとまともな子供たちが30歳になるんですよね。だから、結局日本の社会変えるとなると100年の計なんですね、教育は。僕はどこまで来てるかわかんないけど、多分どっかで大学で僕の教科書を使って、大学ができるとこまでは見届けることはできると思うんですけど、日本の社会が変わるとこまでは見届けられないんですよね。100年って言うと3世代ですよね。3世代。3世代かかるんですよ。だから、やっぱり日本は150年かけて日本の精神を滅ぼしてきたわけですけど、それをもう一回リバイブするのに、さらに100年かかるんですよね。でもそれは誰かが、例えば俺みたいな日本人が、志を持ってね、国をもう一回再生するんだという気持ちを持った人がいないとですね、それは100年無駄に流れていくんですね。そういう意味ではこのビデオなんかは、まあ、大学院で授業で生徒に無理やり聞かせてね、
君ちょっと1ページなんか意見書きなさいって。で、先生が見てクソバカって言われて、いや、そういうふうな教育を受けないと、やっぱり、これはやっぱり例って何ですかって、1ページ書きなさいって。今の生徒書けないですよね。まあ、そういうことですね。で、このビデオを見たんで、今日午前中これで終わります。で、次週は仁義礼智信は何を信じていくのか、ここの基本だっていうのを、今度またやりますけど、5条ですね。今日の話をベースに、もう一回やりますね。じゃあ、午前中いいですかね、こんなとこで。はい。染谷お前午後来るのこっちに来るの午後ちょっとお休みします。あ、来ないのね。わかった。はい。じゃあ、そういうことで、じゃあ、終わりますね。じゃあ、そういうことでご苦労様でした。じゃあ、高橋1時15分からね、午後。はい。お願いします。お疲れ様でした。はい。はい。